ここでの説明では Windows 向けにコントロールキーを使うことを前提にしますが、 Mac をお使いの方はコントロールキーの代わりにコマンドキーを使います。また前の動画でも述べましたが、マルチバイト系の言語をお使いの方は英字モードにしないとショートカットが機能しません。このソフトではブロックを先に配置して、その中に和音記号や転調記号を配置します。このタブの中に配置できるものが入っています。タブのショートカットはブロック、コード、キーチェンジのそれぞれの頭文字の B、C、K になっています。一つずつやってみます。まずブロックですが、配置したい場所を先にクリックしておいて、左ペインのブロックの中から好きなものをクリックすればブロックが配置されます。左ペインから直接ドラッグ&ドロップで配置することもできます。配置したブロックの長さはマウスで右端をドラッグして変えられます。ショートカットキーで F キーと D キーを使えば伸ばしたり縮めたりが簡単です。複数選択しておけば複数同時にも長さを変えられます。ブロックの長さは小節単位になるので、例えば8分の5にすればそれを基準に長さを変えられます。次に和音を配置します。ブロック同様、先に配置したい場所をクリックしておけば、その後で左ペインの好きな和音をクリックすることで配置されます。直接ドラッグ&ドロップして配置することもできますが、少し狙いが定めにくいですね。すみません。続いて転調を配置しますが、配置の仕方は和音とほぼ同じです。転調は何重にも重ねることができるので自由に遊んでみてください。転調の記号も色分けがされていますが、これは置いた場所がそれまで長調だった、あるいは単調だったというのを表しているわけではありません。そのカッコの後が長調になるのが白、単調になるのが薄い青という意味です。つまりカッコについている小さなローマ数字は直前の調のドからの変化の度数を表していて、その前が長調だったのか単調だったのかには関係ないということです。配置したブロックや和音などはマウスでドラッグ&ドロップすることで好きな場所に移動させられます。複数同時にもできます。それをショートカットでやることもできて、オルトプラス矢印キーになります。ブロック選択中ならコントロールキーを押しながらドラッグ&ドロップすることでコピー作成ができます。和音や転調も同じようにコピー作成ができます。ショートカットはコントロールプラス矢印キーです。クリックして黄色くなったものを選択マークと呼んでいます。選択マークは左右の矢印キーで移動することができます。選択マークを和音につけた状態について少し詳しく説明します。このソフトでは和音の構成音のトップの音がメロディーになりますが、その高さは上下の矢印キーで切り替えられます。和音間を左右に移動しながら上下左右の矢印キーだけでメロディーラインを作っていけるのはこのソフトで最もこだわった点の一つです。
和音も、転調記号も、ブロックも、複数個をまとめて編集したり、コピーしたりすることができます。複数選択する方法は大きく2通りの方法があります。1つ目は、シフトキーを押しながら左右の矢印キーを使う方法です。2つ目は、マウスを使って選択する方法です。シフトキーを押しながらクリックしていくことで、複数個を選択することもできますし、マウスのドラッグ操作によって、長方形の領域でまとめて選択することもできます。後者の方法は、和音や転調を選ぶ場合と、ブロックを選ぶ場合で、振る舞いが異なりますが、それには少しコツがあります。それは、直前にクリックしたのが和音や転調だったのか、それともブロックだったのかによって、この振る舞いが切り替わることです。現在選択マークがついているブロックや和音や転調はクリックボードにコピーして好きな場所に貼り付けることができます。ショートカットは一般的なものを当ててあります。コントロール足す C でコピー、コントロール足す V で貼り付けです。貼り付け先は現在選択しているブロックや和音などがあればその近くとなりますが、別の場所をクリックしておけばそこに貼り付けることもできます。貼り付けの時、複数コピーしていたものはその時の配置のままで複数同時に貼り付けできますが、和音や転調の場合はそこにブロックがない場合には無視されます。和音は全く同じ場所に2個置くことはできないので、その場合も無視されます。なお、右クリックのメニューからでもコピー&ペーストが行えます。右クリックメニューから追加を選ぶとマウスカーソルの状態が連続追加モードに変わります。何もない場所でクリックすると新しいブロックが作られ、ブロック内をクリックすると新しい和音が作られます。何もないところに先にブロックと和音だけ配置してしまいたい時などに便利です。元のカーソルに戻すには右クリックメニューから選択を選んでください。これらの切り替えはショートカットキーA と S を使った方が便利なので、ぜひご活用ください。Add と Select の頭文字になっています。同じようにショートカットの Z で転調記号の連続追加モード用のカーソルに切り替えられます。Z は A や S のすぐ下にあるキーです。このソフトのすべての編集操作は Undo や Redo が使えます。和音やブロックなどの移動や削除、メロディーやハモリ、和音の属性の変更もすべてが対象です。作業に失敗した場合はコントロール足す Z キーを押して取り消してみてください。取り消しすぎた処理はシフト足すコントロール足す Z キーによってまたやり直すことができます。これらは Windows や Mac では一般的に採用されている操作方法なので、それに倣ったものとなります。